皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋養成実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方をやっていきたいと思います。今回も10分切れ負けで、読み上げ音声を室谷由紀女流三段に設定してあります。あなたが後手です。はい、私が後手番ですね。はい。対局開始。さあ、相手の方が角道を止めたので振り飛車模様でしょうか。やはり四間飛車でしたね。私の方は8四歩とついて居飛車の形です。相手の方は王様の移動が早いんでね、藤井システムというよりは、もしかしたら振り飛車穴熊とかね、持久戦模様の駒組みですね。私は船囲いに組んで様子を見ます。この辺りでね、3八銀と上がるか1八香、3八香で3八銀でしたね。これで美濃囲いが確定です。私は3三角と上がって持久戦模様のね駒組みを目指していきます。相手の方は振り飛車側から見ると、もう居飛車がね3三角と上がると穴熊とかね持久戦模様が確定するので、ある程度ここからのね駒数手穴熊完成するまでは好みが分かれるというか、もっと言うとね作戦をいろいろ選べるんですよね。なので振り飛車党の方はね、やはりこの辺りからねどういう駒組みでやっていくかっていうのをね考えておくといいですね。今角をぶつけてくるっていうのが相手の方のね指し方でしたね。で王様を引いて銀が上がってくるってことでしょうか。そうですね、これが相手の方の、振り飛車穴熊対策ということですね。さてこれで一つは7四歩とついてね銀を出させないって指し方もありますし、ちょっと今回は出させてみますか。相手ねこれ銀出てくると思うんですけど、これね歩をつけば銀を出させないということで、一番無難な対応なんですね。ただもしかすると7五歩とねついてくる可能性があったんで、銀を出させて角を引いてね、これは数の受けの対抗の仕方ですね。今6四歩同歩同銀同銀同飛車とねちょっと早いんですけど、すいません、角を引かないとここの地点をね棒銀の要領で、攻めてくる手があったので、角を引いて数を足してね角銀対飛車銀の形にすればここはね受かるってことですね。ここに銀を出られるとやっぱり角引く形がちょっと悔しいっていうね考え方ももちろんあるので、そういった場合にはね、7四歩とこの歩をついとくと銀は出られないんですけれども、別にねつかなくても角引きをね知っていれば、大穴熊完成していればの条件、銀が上がっていればの条件付きなんですけれども、特にね問題ないと。さあこの銀がね、出てきはしたんですけれども、これ以上ね角がと銀ががっちり守ってるんで進軍できない格好になってるんでね、それが私の方としてはそれでねこの銀を、ゆっくりね7二飛車から7四歩と追っ払っていこうっていう感じですね、イメージとしてはね。端歩受けときますか。さあこれで、相手の方もいずれどっかで銀を引いてきそうなニュアンスもありますね、これね。さあどうするか。ここまでね一穴熊完成したんですが、この銀が睨んでるんでねすぐには、なかなか確かに動くところも難しいと。手筋としてはね7四歩同銀で銀を引くって手があるんですね。それをやってみますかね。7四歩とついて飛車を寄ってから7四歩とつけば丁寧です。飛車を寄って7四歩とつけば順番を踏んでるんでね、それだと引くしかないんですけど、飛車寄る一手が悔しいので7四歩とここですぐついてね同銀に6二銀っていうテクニックがあるんですよ。それがうまくいくかどうかちょっとやってみますかね、せっかくなんでね。これちょっとリスクがある手です。当然7二飛車と寄ってから歩をつけば丁寧な指し方繰り返しなんですけどね、飛車は一手寄るんでね、もうこれつかないでつくってことは当然相手の方は通ってくる可能性があるんで、取られてね何もないともちろん一歩損ですから、引いてくれればね、これ引いてくれれば飛車を寄る一手を例えば7三桂とかに変えれるっていう理屈ですね。これはね同銀と取りたいですよね、相手の方でね取ってきて、それでね銀を引くっていうのがね、これが一応ね部分的な定石なんですね。このね形に対する受けの部分的です。だから、この場合うまくいくかどうかってことですね。部分的な定石で、これ次にね8四飛車っていくとこの銀が取れるんですよ。この銀がね8四飛車といくと、なので例えばですよ4五歩と突くような手がこれあったりするんですね。4五歩とで同歩なら2二角成同金で8三銀打ちてね、ここに銀を打って飛車を取るとね、なので、4五歩には飛車を浮く感じなんですね。で4四歩に金を寄るとかなんで、かなり形が歪むんでね、なので歩突きですが、これですとね飛車を置いて銀が取れそうな感じですね。飛車を置いて歩をつけばでもちょっと
苦しいと思いますこれはね。まあ多分4五歩とかで暴れた方が良かったと思います。少し飛車浮いてね、この銀がかなりニッチもサッチもいかないような状況になってますね。4五歩と突く変化がね際どいんでね、突かれる筋があるので、それを突かれた時にどうなのかっていうのは私もねやってみますかと言ってみたものの、どうだったのかってことですね。まあそれはちょっと解説編の方でやってみたいと思います。まあこれでねこれはまあ非常にうまくいった感じで銀が取れる感じになりましたけど、これが歩で取るのが冷静でしょう。角で取るとね銀引かれちゃうんでね、銀取ると歩を成られちゃうんで歩で取って、これで角の利きが止まるんで歩突かれるんですけど、今度はねここで一歩手に入れたんで7三にね歩を、そうなんですよ、この時にね今6筋でまず打てるんですね。こうねうまくできてるんですね、定石は。はい、これで銀が取れるんで、まあ8四飛車まで受ければねこうやって銀が取れると。で銀がかわしておけばね、はい、これで大丈夫です。はい、怖いですけどね。まあこの銀取り切るまでがね将棋って大事なので結構怖いですが大丈夫ですねこれでね。ただもう4五歩と暴れてくると思ったらこちらでしたね。これは桂馬で取って、そうですね桂馬です。これはねまあ桂馬取っちゃっていいですかね。これは銀得ですからね、はっきり優勢です。まあねこう6六銀型っていうんですけど、6六銀から7五銀って繰り出してくる指し方はね、まあ、あるいは5六か5五歩とね6六の銀を軸に、まあ、攻め込んでくる指し方っていうのはね、以前私振り飛車側を持ってね皆様にご紹介したことあると思うんですけど、非常にね、まあ、優秀な指し方なんですよね。なので、まあ、そんなにね、まあ、これが一番いいですよってめちゃめちゃいい特効薬がねなかなかあるというわけでもないんですけど、今回はねまあうまくね定石のね一つをねご紹介できたかなと思います。で今8八歩と受けたと、まあ、もちろんまだねすいません高めの枠が硬いんでねまだまだです、まだまだ。はい、これどうする、こういう時どうするかですよね。銀得していて、まあ、飛車と桂がさばけてるんですけど、この角がね働きが弱いのでこの角を使うイメージって言いますか、ここでね、遊び駒を作らないで指せば、まあそもそも銀が一番多いんでね、遊び駒を作らないで、まあ、普通に現有勢力で戦えばね得した銀の分だけね優勢になるという考え方ですね。逆に言うとその銀得してても角が遊んでたりとか、まあ飛車が使えてなかったりとか、まあ、何かねそれをなんていうんですかね補われるような、相手にね補われてしまうようなデメリットがあるとね、こちらがデメリットがあると大変なんですが、この場合は、銀をね1枚得していて、まあ、飛車と桂もねさばきがいいので、まあ、あとはこの角さえ使っておけば、まあ、自然とね局面良くなるだろうと。でこの角出てねなんかこう止まってるように見えると思うんですけど、これはいつでもねもうこの歩を突こうってことですね。この銀も使いたいんで、この5三の銀がまあ一応歩成りを受けてる格好でまあ働いてるんですけど、まあ、4五歩とねここの歩をドンと突いて、まあ、同歩ならもちろん飛車が取れると、同桂なら銀が上がるってイメージですね。で今2六歩でした。これでねとってもいい手だと思います。はい、さてここからどうするかですね。今1回角を出て、まあでこれで2五歩なら角を引けばいいし、1回出とくだけでもねかなり働きが違ってくるように出ました。さてどうするか。じわっといくなら7八歩とか打てばねじわっといきます。筋悪くいくなら7九銀という手もありますね。得した銀はね打ちやすいと以前もね、解説させていただいたんですけど、そういう手もあります。ここを突くともう一気にねガンガンいくような感じいきますかね。こう突いて同桂で銀は上がる。ちょっと危険かな。こう突いてまた角を引く。まあ一個つけますか。もうね攻めていきましょう。まあこれね本当はね銀得してるんでもっとゆっくりさせてもらうところなんですけど、これで銀を使って歩を突いたら5一に引いてね歩成りを受けておく感じですね。ちょっとずつね攻め駒を前にね押し上げてってるのを皆さんねお分かりいただけるかなと思います。これでまあ4五銀と次桂馬を取れれば飛車のラインにね角が飛車のラインに入れてあるので桂馬を取れると。ただまあ2五歩とおそらくつってくるかなっていう感じなんですが、まあ、それでねもう一回角を5一に引いて歩成りを受けると。まあ押したり引いたりなんですけれども、歩成りを許さないようにしつつ角銀を使っていくってイメージですね。ちょっと前の局面で2四角って出たと思うんですけど、あれを出ないとねこれは角が取れてしまうんでちょっと錯覚ですね。これははっきりしました。ちょっと前の局面で先生終わりましたね。ありがとうございました。素晴らしかったです。
はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋王座実況対局の方やってまいりました。戦型がですね、私が後手番で先手の四間飛車をね、迎え撃つという将棋になりました。相手の方がね、6六銀型からね、こう攻め込んできたんですけれども、それに対する対応工作がね、今回皆様にね、ご紹介できたのでね、この変化のね、詳しい戦い方、ポイントなどはね、解説編の方で、より詳しく大盤でやっていきますので、ぜひぜひ解説編動画の方も合わせてご覧いただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。